1980年に初来日したラモーンズはコンサート会場の近くの東武ホテルに宿泊しました。当時の音楽雑誌ミュージックライフや音楽専科の取材とか記事で使われている写真は公園通りがほとんどです。東武ホテルは1975年に開業したそうで、当時渋谷で都市型ホテルとして注目のホテルだったそうです。今のパルコ劇場、当時の西武劇場でライブをやったけど、公演中に地震があったことをメンバーは誰も覚えていませんね。東武ホテルを出て公園通りの坂道を原宿方面に歩くと NHK ホールがあります。ラモーンズはレッツゴーヤングという番組に出演。映像は YouTube で探してみてみてください。当時のディレクターの諸星さんによると、テレビの収録は待たされる時間が長くて DD が飽きて逃げてしまわないかヒヤヒヤしていたそうです。提供していただいた写真はラジオ番組待機中の DD とディレクターの諸星さん。貴重な一枚です。ありがとうございます。2度目の来日は1988年。中野のランドマーク、中野サンプラザは建物も中の赤い階段も全く変わっていません。パンクのブームはとっくに終わっていたけれど、ニューヨークから8年ぶりに来日したラモーンズを目当てにパンクスが中野に集結して爽快でした。ちなみに著書アイラブラモーンズに書いたチケットを取るために映画ロックンロールハイスクールの主人公リフを真似して段ボールを敷いて1週間も寝泊まりした場所がこの正面です。この看板の後ろが今もチケット売り場で、当時チケットピアのお姉さんは1週間も並んでいる私たちを見て責任を感じたのか、発売日の朝30分も早く出勤してくれたんだよね。ありがたかったです。この前にバンが止まり、ここから出発してクラブチッタへ行きました。変わっていませんが、ジョニーや CJ はホテルに戻るとロビーに降りてきてファンと雑談したりサインしたりしてました。ジョイやマーキーも時々、義務ではなくてすごいリラックスしてるように見えてました。右にエレベーターがあり、これで部屋に行きます。ここでよくおしゃべりをしてました。ホテルのそばのアイランドタワーのレストランをスタッフもメンバーもよく利用してました。マーキーがホテルのバーガーが10ドルするんだと驚いてたので、当時のアメリカのバーガーは80セントぐらいだったからね。90年代の新宿西口にはレコード屋さんが本当にたくさんありました。来日したバンドはレコード屋とレアーズという海賊版ビデオ屋にこぞって行ってた時代です。
でレコード屋巡りの前に腹ごしらえをしようっていうことでジョニーと私は富士そばを利用してました。時間が短縮できるしエビ天そばとカレーそばが美味しいって言ってたんでいいかと。アメリカにはマシンでチケットを買って食べるっていうスタイルが今も昔もあまりないのですごくいいシステムだと結構気に入ってお蕎麦のチケット持って並んでましたよ、ジョニー・ラモンは。缶コーヒーの自動販売機も立ち食いそばの販売機もアメリカ人には日本は進化しているっていう風に見えてたのかもしれません。ですね、辞めてからもう20年以上経つんで久しぶりにここ来たんですけど、ここにビル、昔2階建てのビルがあって、そこにエアーズっていうブートレグの、ビデオ屋さんがあったんですけど、今はもうビル自体が変わっちゃって面影もないんですけど、1995年の12月18日、はい、チッタがある日にユキさんとジョニーが来店したエアーズっていうお店がここにありました。まず来るきっかけになったのがファンクラブに手紙を出したんですよね。ファンクラブに手紙出して、その時自分この店で働いてたんでユキさんにジョニーを連れてきてくださいっていう、絶対来ないだろうと思ってた手紙を送ったんですけど、でそれしたらユキさんとジョニーがある日突然店の前に現れて、自分はもちろん失神しそうになるぐらい驚いてでなんで来たんですかみたいな感じで言ったら、ユキさんがさらっとあんたが手紙書いジョニーを連れてきてくれって言ったじゃないって言ってそれで連れてきてくれたの。アイラブラモーンズという著書の中に、ジョニーとコインランドリーに行き、洗濯が終わるまでガードレールに座って缶コーヒーを飲んで待つというシーンがあります。そのコインランドリーがあった北新宿は今は整備され、景色はすっかり変わってしまい、残っていたのはクリーニング店ひばりさんだけでした。本には書かなかったけど、当時ラモーンズのメンバーがツアー中に自分でコインランドリーに行って洗濯をするなんてとちょっと驚いた記憶があります。94、5年はクラブチッタ公演が終わるとホテルに戻り、すぐにタクシーで歌舞伎町に乗りつけて遊んでました。ゴジラロードの前はいろんなゲーセンが並ぶゲーセン通りで、正直アメリカのゲームセンターと比べ物にならないほど進化したマシンがたくさんあったので、本当に楽しかったんだと思います。ホテルの部屋からほとんど出ない上位もゲーセンにはいつも来てたのでお気に入りだったんじゃないかなと。でも大きい声じゃ言えないけど CJ 以外はそんなにゲームは上手くないでもツアー中にラスベガスで遊んでるみたいな感覚だったんじゃないかなと思います。ニューヨークみたいってよく言ってたので、日本と東京を楽しんでくれてよかったなと今では思います。